陸奥編隊は長門型戦艦の2番艦陸奥の設計を大幅に改正するという幻の戦艦建造計画です。ネームシップの長門は大正9年1920年11月25日に竣工した世界初の 41cm 砲を搭載した超度級戦艦で、装甲種においてバランスの取れた当時最良ともいえる性能を持つ艦でした。ただ長門型は本来伊勢型戦艦を発展させて設計されたもので、ユトランド沖海戦の戦訓は完全に反映されたわけではなく、特に防御機構は全面的な改正とはなりませんでした。そこで戦艦長門の設計の改正を担当した平賀譲造船艦は長門の設計をさらに洗練させ、それを2番艦の陸奥で達成しようと考えました。この設計改正案は1917年6月に平賀譲氏が提案しており、後に陸奥編隊と呼ばれるようになります。平賀氏によれば、陸奥編隊は長門と同等の排水量で同じ速力のまま 41cm 連装砲を1機増やすことが可能だと主張。さらに減速装甲を傾斜させることで長門と同じ装甲重量でも防御力を強化できるという点も大きな改善点でした。この傾斜装甲はユトランド沖海戦の戦訓を反映した設計であり、遠距離砲戦によって敵弾を砕く効果を期待していました。傾斜装甲はイギリス巡洋戦艦フットなどにも採用されており、先進的な防御方式となりました。比較対象として隣に並ぶのは長門型の後継ともいえる加賀型戦艦です。加賀と比較することで陸奥編隊の設計思想が極めて近いものであることが見えてきます。特に長門に比べると基幹設備を新式にしたことでバイタルパートを圧縮でき、重量配分を装甲や砲に割り当てられたことも陸奥編隊の設計上の大きな特徴でした。また陸奥編隊は建造費においても優れていると主張がされました。長門の建造費は4390万円で、これは伊勢よりも3割高額でしたが、平賀氏は陸奥編隊は100万円程度の増加で実現可能であるとも述べています。この4390万円という金額は現在の価値に直すとおおむね1200億円程度ですが、当時の日本の GNP 比では 0.29% にあたります。これを現在の日本の GDP 比に当てはめて単純計算すると約1兆5950億円に相当します。予算を圧縮できたとはいえ、新型戦艦の建造がいかに高価な国家事業であったかも見えてきます。なお陸奥編隊という名称はさまざまな二次創作で本来の意味を外れて使われそうな雰囲気がありますが、これは戦後に平賀移行集の編集者が命名したもので、平賀譲自身が用いた呼称ではないようです。当時の改正案では A125 という計画番号が与えられ、陸奥編隊は正式に検討に入ることになります。理論上の性能は長門よりも明確に優れ、平賀氏自身もこの設計にかなりの自信を持っていたとされていますが、軍令部や傭兵側の反応は芳しくありませんでした。戦艦2隻で組む船体単位を前提とする場合、長門との性能差が運用上の障害になるとみなされた上に、陸奥編隊は長門よりもかなり切り詰めた構造となっており、居住性をはじめとする艦内容積の不足も懸念されてしまいます。その後、陸奥編隊をもとに砲塔の3連装化といった派生案も検討されましたが、最終的には納期や工数の問題から断念されることになりました。平賀氏はこの決定にかなり不満があったようですが、陸奥編隊で得られた知見は、その後の加賀型戦艦の設計をはじめ、88艦隊計画の戦艦設計に全面的に生かされていくことになります。こうして、2番艦にあたる陸奥は、長門型戦艦と瓜二つの艦用のまま、大正10年、1921年10月24日に竣工することになりました。この時期、ワシントン海軍軍縮条約の交渉が進行中であり、陸奥を艦艇艦として認めさせるために、竣工を急いだことが、陸奥編隊の採用が見送られた理由の一つとも考えられています。もっとも、当時アメリカでは、陸奥の工事進行度は約 85% に過ぎないと報じられており、実際には装甲を中心に偽装工事が完全に終わっていたとは言い難い状況でした。また、日本国内でも、壮大な艦隊整備計画は必ずしも国民の支持を得られていたわけではありませんでした。日露戦争後に続いた増税機運への反発もあり、巨額の国費を投入する軍艦建造に対して理解は得られておらず、おおむね世論は軍縮条約の締結に肯定的でした。この事実は後年
海軍が積極的な広報活動を展開する背景の一つとなり、陸奥は広報活動に積極的に用いられることになっていくのです。しかし、陸奥保有に関しての事態を複雑にしたのは、陸奥が当時としては異例なほど注目を集めた軍艦であったことにありました。進水式は盛大に行われ、建造費の一部には国民からの寄付金も充てられていたため、日本政府としては、そう簡単に建造中止とは言い出せない政治的事情も抱えていたのです。こうした経緯もあり、日本側は陸奥の保有に固執するような形となり、交渉は難航。最終的には、アメリカにはコロラド級戦艦2隻、イギリスにはネルソン級戦艦2隻の建造を認めるという妥協を行い、戦艦保有数の比率で日本側が不利になるという代償を払うことで、ようやく陸奥の保有が認められる結果となったのです。そして、大戦中の陸奥は結局ほとんど海戦に参加する機会を得られずに、昭和18年、1943年6月8日、停泊中に突如爆発を起こし、多くの乗員と共に海中に没しました。その最後はあまりにも不憫なものとなってしまったのです。陸奥の変遷については別の動画で特集する予定です。まんじゅうたちー、後で計上しておきます。